Hello，大家！我发现就是尾行真的很喜欢做这种摸头的动作。其实如果放到这个三次元的话，我肯定会很反感，会觉得很油腻。但是如果是尾行的话，就没问题呢。軍服の遺体さあ聞いてないな。生きているのか。いずれにしても月島軍曹の生死を確かめないことには夕張。他们在这儿死守着月岛爬出来了。确实，如果他们一旦这个假人皮扩散出去，他们就很难赢了。人間剥製に残された皮と偽物の入れ墨日記には必ず共通点があるはずだ。炸弹是月岛吗？やられた。家長、外へ出るな。撃たれるぞ。今外にちらっと軍服が見えた。何人かいるようだ。为什么他总是这么的冷静、聪慧、敏锐？江戸外軍地にはキブシの実が残ってるかもしれないんだよ。え、担任なめし。这是江都贝给他做的吗？哦，我觉得好心酸，他是不是在跟他哥哥还是弟弟在那说，就是类似于建立连接，还在跟他的兄弟交流呢？这其实挺心碎的。但是这个耳朵这样子做成对讲机，这个设计也太天才了吧！而且这样子的话，真的就有一种很强的陪伴感呢。他们要烧毁这些证据。様子を見るに中にいるのは2人か3人。月島軍曹の報告。月岛果然出来了呢，还是很可靠的。鶴見中尉の手下が来たということは、月島軍曹が生きて炭鉱を脱出したと考えるべきか。だろうな。窓は鉄格子がある。外の連中にとっても突入するならば玄関以外はない。連中を玄関まで追い込む。他只需要一个小洞。差しの近くに入れ。突入する。そう破る。哇，真的猛！差しから出るな。撃たれるぞ。这完全就是活靶子呀！啊，結構。完全被困住了，他们重重包围。毫无畏惧。哦，我当然了，对吧？有什么难不倒他呢？啊，力大如牛，卫星。なんだよ。礼を言ってほしいのか。お前が好きで食べ蝙蝠精，所以是这个昵称已经是坐实。土方どこだ。土方。杉本サイズや。啊，他也太惨了。
突然来了一段 B boy。他真的就是一心想找善缘复仇呢。得多疼啊！我天，他一声都不出的。哎，我好心疼江路贝的这些艺术品就这样被烧毁了。偽物の判別方法が見つけられない以上、直接のベラゴンに会いに行くしかないな。娘になら全てを話すだろう。やはり知ってたのか、あの子が娘だって。俺としちゃわずかばかりの分け前があれば、金塊で誰が何しようとし。现在是这样，之後可能不一定。生きている。そのアイリの金塊を奪った者が本当の父親なのか。俺はあの子が真実にたどり着くのを見届けてあげたい。当面は同じ目的と。也只是目前。お互い好きにするさ。善缘啊，好喜欢。再一次跟自己的这个目标错过了，这是唯一江都贝的遗物了吧？希望他能好好跟着贺建，还能留个念想。用心してできるだけ他の人間とは接触せずに移動した方がいい。土地の人間の目撃証言などを伝って追跡されるからな。見ろ杉本。要开吃了是吗？山菜を取りに行くこの季節になると、山茂はこの土地にやってくる。何か掘ってるね。虫でも探してるのかな。餌を掘り出す長いくちばしがアイヌの使うウバユリの根を掘る道具に似ているから、ウバユリを掘る鳥と呼ばれている。还有专门的工具。啊，他很喜欢吃脑花。要一网打尽。这也太天才了。山茂が罠で取れた。けどみんなで食べるには足りないかもね。好快啊，很熟练。岩だけだからご機嫌斜めだな。还是用自己的方法去。不愧是他呢，卫星。三段じゃないのによく撃ち落としてこれたもんだ。腹立つなこいつ。アシリパさんに無理だって言われたからも。不想被小孩子给教育。別に。チンポ先生、山茂の脳みそです。啊，山呀！谁被阿信还这么看着能说个不啊？已经降智了。啊！期待他不。他真的好喜欢牛山。
そろそろ変われよ尾形。下タブはみんなで叩くんだ。好可爱呀、大家。アシリバさん、尾形が这什么纪律委员？尾形、哦，どうした？嗯，尾行的小别扭也真的很可爱，好喜欢他们的相处模式。阿西发像那个老师一样，班主任なんでアイヌのふりしてんだい？和人だよな。啊，塔尼嘎基。 3人の男を連れたアイヌの子供。さあ、知らないね。あれ、そこにいる子は違うの？还一直跟着。おい、逃げるなボッキー。谷垣にスパ勃起じゃない。俺は地下パスだよ。距離を取ってついてきてたのは気づいてたぞ。そのうち諦めると思って無視していたが。コタンへ帰れ。みんなきっと心配してる。俺の家族みんな死んだ。コタンに待ってる人はいない。俺も連れてって。いいじゃないですか。这有什么新的一家三口吗？基地と出ています。3人で家族の真的怪しまれずに済みますよ。本当？家族のふりするの？じゃあインから真っ赤俺のお姉ちゃん。でもお母さんが違うの。弟を可愛がってて、已经触っても怒らなくて、そんで会ったことも已经自己写上一个剧本了，还带色情的剧本。ですね。面白い。そんで谷垣西パはお父さんの弟で、インから真っ赤谷垣西パのこと好きだけど、インから真の本当のお兄ちゃんだって隠してる。しがましい。ふざけ什么家庭伦理剧？そんでおっぱい触っても这才是重点吧？そんで谷垣西パは隣に住んでる金玉のでっかい人。金他们。他人だそれは。あの男はまだ網走にいるのですか？ああ、あの男？犬堂四郎助、網走監獄の天国だ。奴にはカバト修士官でも散々世話になった。カバトといえば、あの時は心臓が止まるかと思いましたな。先生、また来年もよろしくお願いいたします。では、良いお年を。ガムシン。なんてことだ。土方さん、あなたですか？很忠心啊。私はこの習字館に剣術師範として20年出入りしていた。なぜ黙っていたんだ？あんたたちは箱这下巴是认真的吗？関係のない者に囚人の情報を明かす必要はない。あんたは函館戦争で新政府軍にいた実の兄を亡くしている。その恨みがあったにせよ、政府にも隠し、処刑もせず、今まで幽閉した意図は何だ？全てを奪って無意味に生きながらえる人生。土方歳三にとってそれが一番答えるだろうということなのか？光が消えるのを待っている。旧时代的光吗？奴の目から光が消えたら潰してやる。合わせてくれ。お引き取り願おう。あんたは今年いっぱいで網走に転属だ。その後にまた来る。土方は網走に移送する。继续折磨他。まさに鬼天国だな。規律の鬼ならまだしも復讐の鬼とは。今すぐ面会させんと頭かち割るぞ。先生、真猛。この死に損ないを連れて行け。
門の外に不愧是这个旧时代的存活者们呢。100人と先生お静かについてきてください。有内应啊。あちらの独居房にいらっしゃいます。お話は10分程度なら何とか。監視中殿恩に切る。いいえ私も剣士の端くれですので。ガムシンか。什么心有灵犀一点通。とは慶応4年だったかな最後に会ったのは。私はあの時ついに新選組を見限った。でも土方さん、私が近藤さんと対立してもそれまで新選組に尽くしたのはあなたがいたからです。どうした長倉出発。年取って丸くなったら真心话吧。近藤さんからかばってくれなければ私は何度腹を切らされていたか。お前は女遊びが過ぎたからな。女遊びはあんたが俺に教えたんでしょうが。一緒にバカをやった。無類の剣術好きで放浪好きで女好き。俺たちは似ていた。土方さんのあだ名も茨のような乱暴なガキでバラガキですもんね。だせああ、がむしゃらな新八でガムシンよりはかっこいいだろう。感觉又回到了曾经的他，是吧？ちともする夜を多く過ごしました。あれはあんたたちの最後の思いやりではなかったかと。違いますか土方さん。いや。哦，这么帅！哦。我好喜欢，就是好像又穿越回了曾经的他们呢，这种羁绊真的很深。どこかで土方に会ってないか。どうもあの顔に見覚えがあるんだよな。牛山是啊，西帕的什么毛绒玩具？なんだ、ただの大型か。夕張に行ったことで偽物が存在するということが分かったら大きい。鶴見中尉にとっては大誤算だったろうな。こんなにあっさりバレるとは思ってなかったろう。申し訳ありません。連中を取り逃がしました。構わん。偽物があるかないかなどバレたところでなんてことはない。私が求めたのはあくまで混乱だ。少しずつでも本物が手に入ればこちらとしては言うことなし。あの連中が右往结果山原他们可以直接去找犯人本人。月島君さ。はい。月岛真的很可靠，真完全都是多亏了他继承了江都卫意志。判別法なんて存在しないか。そうなれば本当に残念なことだが、やはりこの男に頼るしかない。僕？この役立たずが最重要人物になると。網走監獄ののっぺらぼうに話を聞くのが最短の道だ。潜入は頼んだぞ、脱獄は。おしっこ。脑袋很灵光的样子。おお、杉本着いたのか。よくここが分かったな。ああ。什么时候会发现白石其实是他们的人啊？他の奴らは思い出したんだよ。何を？辺見和夫が死んだ後、二神番屋で変なじいさんに会っただろう。あれは間違いなく土方と。完了呀！お前、土方と内通してたのか。
ずっと土方にこっちの情報を流していた。这好像那种谍战片啊。審判屋では酔っ払っていて、まだ俺を騙すのか。正直に言えば許したのに。这什么幻想，这么恐怖？心虚啊！やばい、どうしよう、すげえ怖くなってきた。殺されたら金塊どころじゃねえぞ。神经！已经包围了。果然是白石的奇妙冒险呢，真的就是很像《周周》第3部里波波的这种经历，每一部都是非常不幸的意外。山原和土方他们这两个阵营的合体，他们的同盟真的是带来了好多笑点，好多乐子，我可太喜欢看了。真的很喜欢看他们在不同的这种战场上打打杀杀之余，但是在饭桌上在聚在一起吃饭的时候，大家都反差很大。尤其是阿西帕真的就是像教导主任一样盯着他们每个人，教他们怎么吃饭怎么捕猎，还有像尾行这样不听话的学生，真的让人很愁呢。当然就不只是他们这个阵营，现在就是Tanigaki他们这边也是一个3人小队了，感觉也会有很多精彩的故事吧。尤其是这个 Boki 的这个加入，我觉得他跟 Tanigaki 的这个关系连接可能会多少映射出曾经 Tanigaki 跟二平的这种关系吧，可能会像一种传承。我非常期待 Tanigaki 会如何传授吧他的这个经验，这也会帮助他找到未来的路吧。特别喜欢这一集对于新选组辛巴和土方他们这个曾经的故事吧，多少补充了一些他们的经历过的历史背景，等于说他们曾经都是这个新选组核心成员，但是就是类似于走了不同的道路吧，但是走过这个命运分岔口的他们最终又回到了一起。辛巴他也是之后开始去教那个剑术剑道了嘛，就可能没有再执着于这个新选组了，类似可能多少也妥协到了这个时代的变迁中，可能已经那都是过去的事情了。但是呢，土方他还是一直坚守着这个剑士剑道和他想要就是建立的秩序，他真的就是一种传奇一样的，就从未死去，他的信念一直都在，也就是难怪为什么像辛巴应该还有很多其他的人吧，就是会如此忠心的跟随着土方。土方的野心是非常大且尖锐的，而辛巴感觉更像是只是跟随着他，见证着他，或者说是多少可能接受了他们时代的终结。显然土方他确实还活在过去吧，现在是想要用黄金来类似于逆天改命，在这个监狱里的这个重逢，让他们又好像回到了过去的岁月，这一幕还是很震撼。他们好像不再是2个老人了，而是又回到了他们曾经辉煌时刻，是处在高光时段的新选组吧。他们的这个对话随着遮挡着月光的云散开，这个时候又他们把他拉回了曾经的战场上，但是此时他们2人已经就是类似于理念上已经不再是完全是同一条道路上了，立场早已跟当初的他们发生了很大的转变。但我真的太喜欢他们2人这种血气方刚的时刻了，真的是太喜欢，就算有一堵高墙挡在他们这个之间，即使他们这个立场上已经有了些许的偏差，土方即使看不到他也立马认出了是他在，然后他们2个人之间这种心灵上的沟通是早已跨过了这种时空空间，这种战友之间的心有灵犀和羁绊我永远喜欢。这期视频要结束了，我们下次再见啦，拜拜。